いやー、ここは本当に難しいところですよね。ここの小節は行って帰ってくる音が同じ音というのはお気づきでしたか？2の指をくぐった後、早く1の指を次のそのシャープに持ってくる。これがとっても重要です。一音一音何度も練習するというより、大きな音楽の塊ごとに練習するというのは練習の中ではとても大事になってきますので、ぜひどんな曲でも試してみてください。まずは M さんの演奏を聴いてみましょう。さあ、続いての部分、ここは跳躍。とっても離れるところでまた難しいところです。でもここはそんなに難しくないんです。実は考え方次第でとっても頭をすっきりさせながら弾くことができます。まず和音を弾いて中の音を弾いて、このような動きですよね。こっちで和音を掴んで中で細かい音を弾いて、また和音を弾いて細かい音を弾いて、とっても忙しいところではあるんですが、この中の音は先ほども言ってたように用意した指で弾ける音ばかりです。この置いた指で弾ける部分、これはとってもラッキーなところです。わかりますか？例えばここがのように全て動かさなきゃいけないところでしたら、また難易度がぐんとアップするんですが、ここは難しそうに聞こえるけど実はラッキーなところだと思ってください。この中の音は準備して弾ける音なので、ここの小節の練習しなくてはいけないところはこの跳躍の感覚です。このような練習で強化します。ただただこれだけです。このように慣れてきたら思い切ってこの跳躍の練習を楽しんでください。もうこれができたら弾けたと思ってもらってもいいです。跳躍して中で指を動かすだけ。では楽譜通りに弾いてみましょう。この最後の4のミの指から上の和音に飛ぶところが少し難しいかもしれません。ここは自分が苦手だなと感じたところは、またそこを集中的に練習します。またこの中の音弾いた後に和音を弾かなきゃいけないと思うと力が入ってしまいがちになってしまいます。ここに力が入ってしまうとうまく跳躍ができなくなるので、中の音は手首に力が入らないように軽めに弾くと脱力したまま次の和音にポンと入れるので、いい音も響きますし跳躍がしやすいかと思います。力が入ってしまうとこのようになります。これでは弾きにくいと思いますよ。さあ、これと同様に次の小節も跳躍の練習をしてみましょう。ここは左手届きにくいところではありますが、できれば手を目いっぱい広げてこれを和音にします。私でもギリギリ届くか届かないかぐらいですが、指をパーッと広げることでまた筋肉も柔らかくなって届きやすくなります。
しなくていいですよ。この小説も先ほどと同じように跳躍の練習をしましょう。これに慣れてきたら楽譜通りに弾いてみます。今私も練習して感じますが、やはりできる限り指を用意しておくというのがこの曲の一番のポイントになってくるかなと思います。M さんもここはなかなか弾きにくそうにしておられるので、この指を用意するという作戦できっと滑らかに弾けると思います。さあ続いても同じように進めていきましょう。中の音を和音にして跳躍の練習です。さあここも慣れてきたら楽譜通りに弾いてみましょう。このように跳躍の練習、もちろん脱力もしながら力が入らないようにポーンと音を出すように3小節続けてこのような練習してみてください。なかなかすぐにはできないかもしれませんが、一音一音何度も練習するというより、この大きな音楽の流れ、大きな音楽の塊ごとに練習するというのは、練習の中ではとても大事になってきますので、ぜひどんな曲でも試してみてください。それでは楽譜通りに弾いてみます。今練習したことを意識しながら私も弾いてみます。やっぱり弾きやすいです。これはもう自分で言うのもなんですが、わかりやすいです。さあ、次もまだ難しいところがありますよね。M さんの演奏を聞いてみましょう。いやー、ここは本当に難しいところですよね。ここは左手がしっかりと頭に入ってから右手を入れるといいと思います。左手、ここも一音一音音を覚えて丸暗記するという方法ではなかなか頭に入ってきません。ここの小説は行って帰ってくる音が同じ音というのはお気づきでしたか？同じ場所を戻ってきている。こう考えるだけでもかなりもう2倍、3倍、4倍ぐらい簡単に感じます。最初のファ、ミ、ラの部分は届かない部分ですが、しっかり指を広げて、指の準備はできないけれど、2の指で指を運んであげるように、2の指がしっかりと支えとなるように弾きます。まずはこの練習。この2の指が支えにならなかったらこんな風に弾いちゃいます。これもよくお見かけする弾き方です。これでは流れも悪くなりますし、なかなか弾けるようになりません。しっかりファとミの音に用意して2の指で運ぶ。このように手首も左から右へ滑らかに動くところとなります。そしてその次、親指のラのシャープのところに4の指を移動させて次の3つの音を弾きます。
指が用意できているところですので簡単に弾けます。先ほどのところと今のを足して弾いてみましょう。難しいところはこの指の移動、そして次は同じ音に指を変えるだけ。頭をすっきりさせるとそんなに難しいところではないようにも思えてきました。そして同じ音をたどって帰ってくるだけです。先ほどと反対のことをします。3つ単位で指を用意して考えて弾くといいですね。これでかなり弾きやすくなったと思います。そして次の小節、ここはすごく難しいところです。さあ、ここの左手は最初の2つの獅子。ここは簡単に弾けるところで、次の塊が難しいところです。ファのシャープから考えてみたいと思います。これはいけますよね。ファラド弾いて、その後のくぐってミに指を移動させる。くぐった後のその次の音はソのシャープなので、そこまで考えて弾いてみましょう。ここはファラドミソの練習です。2の指をくぐった後、早く1の指を次のソのシャープに持ってくる。これがとっても重要です。これが遅れると、このソの指が遅れてしまいます。ファラドミソと頭に入ったらつなげてみます。さあ、この左手もやはり横の流れ、この塊ごとで練習すると効果的です。そして降りるところは先ほどの到着したソのシャープからソ、レのシャープ、シと降りてきます。これは用意した指で弾けます。そして次。これも和音の練習もいいですね。慣れてきたら楽譜通りにします。しっかりと指を用意してその音を下ろす。そのような感覚で弾きましょう。さあ、つなげて弾いてみましょう。このように滑らかに弾けてきます。そして次の小節も塊ごとに見ていきましょう。最後の部分だけはソのシャープからシが届きにくいところになります。うまく手首を使いながら滑らかに弾いていきましょう。こちらも和音の練習をしたり、塊ごとで音を読んで滑らかに弾く練習もしてください。届かないところは和音にしなくてもいいですよ。このように横に流れるように塊ごとに練習していきましょう。この部分も両手で弾いておきます。右手の和音の練習は先ほども言ったようにどのように指が移動していくか、できるだけ最短距離で打鍵の位置も変えないように近くを這うように研究してみてください。
ただただ音を拾って練習するのではなく、どのポイントに気をつけて弾いたらいいのか、どのように考えながら弾いたらいいのか、しっかりと研究しながら練習を重ねることで音楽が滑らかに弾けるようになったり、体にすぐに入りやすくなります。これはたくさんの生徒さんを私は見てきましたので、もう絶対と言えることでもあります。なかなか自分で練習するにはこのような練習の仕方は教えてもらえませんので、このカナカナ先生のもとでしっかりと学んでくださいね。誰も教えてくれない秘密のコツをこれからも皆さんにたくさん伝授していきたいなと思っています。もし皆様の中でこんなところを悩んでいる、ここどうやって弾いたらいいのというところがあれば、動画と一緒にぜひ送ってください。このような形で公開レッスンしたいと思います。一緒に頑張りましょう。現在カナカナファミリーピアノアワード開催中です。私カナカナの楽譜で演奏した動画であれば送っていただくだけで参加できます。締め切りは2月28日。ぜひ日々の練習の目標としてもお気軽に参加してみてくださいね。皆様のご応募お待ちしております。この動画がいいな、お友達と共有したいな、役に立ったなと思った方はいいねボタン、コメントよろしくお願いいたします。いつもありがとう。バイバーイ。